皆さんこんにちは。また今週もやってきました。誰あんた？ギーガールズのなおです。はい、ギーガールズのなおでございます。今日はですね、鶏肉使います。パセリ買ってみじん切りにしてもらいます。それと、レモン皮でいいです。レモンの中入れてもいいし皮入れてもいいし、こうね作っていきます。スタート。作っていくよ。スタート。酢をちょっと入れます。いいですか。でお砂糖入れていきます。でここにお醤油入れていきます。油淋鶏、本当の油淋鶏っていうのはこうやって合わせてね、合わせてなじましていく。お醤油、パセリがいっぱい入ってて、薬味ね。これからパセリ入れたけども、ようやく包丁使う時が来たね。こうなんかね、いっぱいネギね、こうやって入れてもらって、筋をいっぱい入れてもらいますね。どんどん早いやろ、な、すごいやろ。プロみたいやろ。プロみたいな、びっくりよ。俺もプロみたいや思ったもんね。こうやってね、細かく切っていきます。すごいな、すごいよね。すごい。麺こうつぶってても切れんだぜ。つぶってみようか。ほら切れてるやろ。ほらな、すごいやな。はい、ネギのみじん切りでございます。これをねちょっと入れて、で大体入れていただいて、こう混ぜてね置いときます。大体もうこの寒いからね、常温で30分ぐらい置いてもらいます。そうすると味がしたってね、美味しくなります。で次は鶏ね、こうやって筋がありますね。こういうふうに筋がいっぱいある。これを切らなくてもいい。みんななんか切ってどうのこうのって、この切らなくていい、このポリッとした感じが美味しいね。こう開いてあげるだけでいいね。開いてあげるだけでいい。こうやって開いたよ。チューリップのね。はい、でこうやって線を入れてあげます。はい、これで出来上がり。はい、まずは取り上げなきゃいけない。さっきの工程やったけども、取り上げていくやんね。取り上げるのにフライパンに火つけて、で浸るぐらい油入れてあげる。じゃあまずですね、ちょっと温まっていくの待ってね。で片栗粉つけていきます。手でちょっとつけていく。これ片栗粉をつけるっていうことは、なんていうのかな、縮まないように。で皮を伸ばしてあげる。こうやってキュッキュッと伸ばしてあげる。こうやって伸ばしてあげるな。そうするとパリッとするんだよ。わかる？背中の皮をなちょっと伸ばしてあげるのが大事。それで、ここでこう伸ばしてあげたら、少しこうやってかけてあげるな。大事。これな、かけてな、衣ね、こうやって作ってあげる。大事やん。こういうね、めんどくさいように見えるけども簡単だから大丈夫。誰でもできる。はい、それで、はい、皮伸びたやろ。裏から入れる。こう皮を下に入れていく。はい、これだけ。ちょっとストップしといて、手洗ってくるわ。さあちょっとね、これね我慢して置いとく。パリッとしていくんで我慢して置いていく。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、大体噛んでいこうね。ほら美味しそうやろ。ほらパリッとしていくね。これが大事。ある
る程度上げていってね、上げていきます。いいですか？上げていく。上げていったら何をするかっていうと、ここでするのがもうちょっと上げます。だいたい音ね、ほらパリ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 って言ってるでしょ。このパリパリがなくなってくるの。だんだんこの細かくなってる。今大味じゃないけど大きく叫んでる。パリパリパリ、これがパリ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 ってなるね。そうしたらだいたい OK ね。こうやって上げていく、上げていく。ほら、ね、見ててよ。上げていく。そうそう、だんだんこう中にこう肉汁と一緒にこう詰め込んでどんどんできてくるわけですよ。ね。で、こうね、硬くなっていく、表面が硬くなっていく、両方がね、パリッとしてくるからね。これが目安。これでだいたい硬くなっていったら、ちょっと上げて少し置いとく。そうすると置くことによって自然にこう熱でジューシーに仕上がっていくんですよ。ね。それから約10秒20秒置いてから、それからもう一回揚げる。ね。物を揚げるんじゃなくて油で揚げる。分かった？首や違うかで、これでもう一回揚げてあげる。ほら、どう？美味しそうやろ。美味しそうなんですな。で、これで大体揚げてるだけや。揚げてもっとパリッとしてくるから、パリッとしてきた時は美味しい。だからあんまり触らない。揚げ物やってる時は触るからなんかべちょべちょになってしまうんだけど、パリッと揚げる。よく唐揚げとかも一緒ですよ。なんか唐揚げ食べに行ってね、パリッとしてるのが食べたいのにべちょっとした唐揚げ出てくる。あれはもうカラッとりした。そっとしといてよっていう感じ。それが言ってんの、そっとしといてよ。言ってんだ、本当に。そっとしといてよ。はい。そっとしといてよ。はい。そっとしといてよ。そっとしてあげるだけでもできてくる。もう大体できてくると、ほら、色が出てきた、色が。ね。いい感じ。ね。もうこれ、もう中にジューシーなものをどんどん入れていってる。ほら。激しくなってきたから音がなくなってきたから。わかる？さっきバタ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 今プリ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 バタバタバタってなってきた。したらもう硬いの。ほらほらほら激しいやろ。はい、これで少し置いときましょう。はい、お待たせしました。はい、ちょっと待っててね。またつけてくるから。いい？危ない。危ない。寝かしました。美味しそうや。はい。はい。これをね、ちょっと切っていこうね。切っていきます。いい？ほら、ジューシーやろ、ほら。わかる？ジューシー、ほら。うわー、うまそうやね。ほら。美味しそうやろ？じゃないだろ？うまそう。そう、うまそう。もうこれをね、ダバーッと乗っけます。はい。で、たんまりかけます。いい？ほら、さっきもう馴染んできたでしょ？こんな感じ。ね、馴染んできた。これを上からかける。これが本当の油淋鶏や。昔はこれだったのに今も全然違うもんね、油淋鶏。なんかみんな独自でやってるけども、僕は本物しかやりません。はい、油淋鶏の出来上がり。はい、タララララーン。時間は13分。13分。家庭でやっぱり20分から20、20分はかかるね。これうまいの作る。でも作ってうまいの、美味しいのを食べようよ。みんな美味しかった。今までほんとみんな美味しい美味しい言ってくれてるから、これからもどんどん美味しいの作っていくから、ほんとなおもお家で作りなさいよ。はい。お母さんに聞くよ。できたかできてないか。分かった？僕の友達の娘です。
でも僕がおじいちゃんみたいな感じでいつも、いますね。そうやな、そんな感じやな。でもギーガールズはどんどん募集してるんで、皆さんよろしくお願いします。ギーガールズですからね。ギーガールズ覚えておいてください。ギーガールズね。これからいっぱいギーガールズにいっぱいみんなアシスタントしてもらって、僕の料理をいっぱい食べてもらおうね。もう今日これから油淋鶏食べれるんだぜ。やったー。やったやろ。嬉しいやろ。さあなお油淋鶏美味しそうやろ。ちょっと食べような。こうつけるやろな。これとさらっていく。パセリ大丈夫？大丈夫？食べてみよう。うまいかいただきます。な。うん。一口。うまいやろ。うまいやろ。うまいやろ。今喋れないけどうまいやろ。一口で食べてわかる皆さん。こんだけ食うんですよ。ご飯3杯ぐらい。これで多分ご飯4杯ぐらい食うんちゃうかな。これや皆さん。やっぱり今週も美味しかった。4回やったけど4回目だったけどどうだった？これが一番好本当？でも毎回同じ洋服やね。き。ねこれしか持ってない。あ、持ってないのか。さすがやね。同じ髪型や。これしかレパートリーがない。ね、同じズボン。これしか持ってない。持ってない。そう。まあこんな感じでずっと毎週お届けしますんで、皆さん絶対チャンネル登録が言えよ。チャンネル登録といいねを押してください。コメントもしてください。お願いします。コメントいっぱいちょうだい。お願いします。このまんまの僕は人間なんで全然気取らないんで、いつもそうやな。バカばっかり言ってるよな。バカばっかり言ってるから、20代前半の子に結構モテるんです。で30代になってくるとあんたくだらないね言われてくるんで、滑り台行こうか。ブランコがいい。ブランコしようか。まあ僕は大好きです、そういう遊びは。皆さんまたぜひ来週よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。いいえ。 Not a housefly floating in my wine, and not a barber who's ruined my hairline ever since I met you. Nothing can make me blue. Oh, it's just clear skies, うまいね。 trees and warm breeze and すごいよ。食べる？ each day I'm with you. これ油淋鶏ね。油淋鶏っていうと昔横浜中華街に洋華楼っていうとこがありました。この油淋鶏がめちゃくちゃ美味しいとこでした。これ鶏ね丸ごとね丸一匹揚げるんですよ。醤油につけてねカラッと揚げていく。で先ほどのタレをかける。もうほんとすごい美味しい料理で昔は中国の家庭でも皆さん食べてました。お家であんな丸の鶏揚げるんですよ。中華鍋があるからね。中華鍋でずっと揚げてね作る。でお家もあんな中華包丁があるんでもう鶏を叩くようにしてね切ってね細かくしてタレをかけて食べる。ただ今もやってる家庭も中国でもないし日本でもやっぱりちゃんとまあ70代ぐらいの人は油淋鶏はちゃんと作り方は知ってると思います。国産であれば。で今、作れる人は多分みんなももで作ってると思います。鶏ももでね。本当は丸一匹で作るのが油淋鶏です。一回チャンスがあったらお家で丸の鶏を使って油淋鶏作ってください。さっきのタレでいいです。このタレがもう伝統的なタレです。これで召し上がってください。以上です。ありがとうございました。この番組は食べ物で病気を予防する異食道元の創作中華一の船入りの提供でお送りしました。